皆さんこんにちは、ひなたです。今日は私のダイエット体験談のお話をしようと思います。以前ダイエットでマイナス7キロしたことがあるんですけど、その時にやってよかったなって思うことと、これやらなきゃよかったなっていうこともあるので、そちらをご紹介したいと思います。大学生の頃のお話です。で、大学3年生の時だから、4年前か。やばいね。大学生の頃に交換留学でアメリカの方に約1年間行ってたんですね。でその時に、ボーンと太ってしまって、で日本帰国後にやばいやばいってことで7キロ落としたっていう感じです。これまで私太らない体質って思ってたんですけど、そうじゃなくてあんまり量を食べてこなかったなっていうことを痛感しました。どれぐらいの期間でまず体重を落としたかっていうところなんですけど、私はだいたい約3ヶ月間で体重を7キロ落としました。いろいろ自分なりにやったことがあったので、そちらもご紹介したいと思います。まず1つ目は、筋トレです。私は大体この時期あたりからちょっと筋トレをやり始めてて、今みたいにジムに行ったりっていう結構しっかりした筋トレではないんですけど、自重筋トレをずっとやってました。で筋トレは、お腹と二の腕、足とかそんながっつりしたことはやってなかったんですけど、 YouTube で動画を見ながらだいたい週に 4,5 回ぐらいはやってたと思います。私が2つ目にやってたことは、もうひたすら歩くか自転車移動です。私の学校が結構ね、坂道をずっと歩いていかなくちゃいけないところで、徒歩20分ぐらい駅からかかるところだったんですね。なんでバスとかも出てるんですけど、できるだけバスには乗らずにひたすら毎日歩いて、で帰りは一駅前に降りて、そこから結構長い間歩いたりっていうような感じで、とにかくどこ行くのにも歩くか、あと自転車をひたすら漕いだりしてました。日々の活動消費量っていうのを増やしていました。でその当時はジムに契約してたわけでもないので、有酸素マシンとかもできないからジム代もかからないしってことで、これは結構今日からでも始められることなんじゃないかなと思います。次にやってたのが、駅とかのエスカレーターは一切乗らずに階段を使っていました。でこれも本当に些細なことなんですけど、階段って結構個人的に消費カロリーが高いように感じるんですよ。階段最後の方もはははは言っちゃって結構疲れるので、できるだけもう活動量増やすんだっていうような勢いでやっておりました。いいから食事編なんですけど、まず1つ目がジュースは飲まずに炭酸水を飲むようにしてました。炭酸水だとね0キロカロリーだし、ちょっとパチパチ感があって喉越しもいいから自分を騙せるかなっていう感じで飲んだりもしてました。炭酸水にみちょをちょろっと垂らしてサイダー風にして、ザクロサイダーみたいな感じにして飲んだり、やっぱジュースに含まれる砂糖の量ってすごいし、ドリンクでそれだけカロリー取るってすごいもったいない感じがして、できるだけね、水、お茶、あと炭酸水とかみちょとかを飲んでました。2つ目はベジファーストで、できるだけ野菜から先に食べるようにしていました。でこれはこれを食べて劇的に痩せたとかではないんですけど、最初にお野菜の食物繊維を食べることによって脂肪の吸収を抑えてくれるっていうような役割があるので、やれることはやっておこうっていうことでベジファーストを意識して食べてました。続いては私がちょっとやらなかったらよかったなって思うことをお話しします。1つ目は1日2食にしていたです。でこれは当時私の朝起きる時間っていうのも結構遅かったからっていうのもあるんですけど、朝昼を兼用にして、あと夜っていう感じで、2食しか食べないようにしてたので、自然と食事量も減るし、空腹を感じる時間がすごい長かったなっていう思い出があるので、あんまりいいダイエット、いい食事管理とは言えないなっていうふうに今は思います。私は当時体重がただ落ちるだけよりも筋肉のあるちょっと引き締まった体になりたくて、その私のゴールを考えると、この1日2食っていうのはちょっと良くなかったかなと思います。それと関連してもう一つ私がやらなきゃよかったなって思うことは、夜炭水化物を抜いてました。これはね、もう3ヶ月以上、半年くらいずっとやってて、夜以外にも結構炭水化物を摂る量がね少なかったんですよ。炭水化物ってダイエットの敵って思ってる方も多いと思うし、結構白ご飯とかはね食べないようにしてますとかいう方も多いと思うんですけど、体の脂肪を燃焼するためにもうエネルギーっていうのが必要で、そのエネルギーはどこから取ってるかっていうと、炭水化物の糖なんですよね。その糖がエネルギーを作り出して脂肪燃焼効果も高めてくれたりするので、そのエネルギー源がないと、なかなか痩せにくいよねっていうのがあるんですよね。私も一時期本当に食事制限めちゃくちゃしてて、1日1000キロカロリー以下の日が結構続いたりしてたんですよ。
もう白滝、もやし、豆腐とかばっかり食べてて、本当にカロリーの時取ってなかったんですよね。そしたらもう本当に肌荒れもすごかったし、全然筋肉も思うようにつかなかったし、美味しいもの食べれないし、でもその時あんまり知識がなかったので、調味料でソースめっちゃ使っちゃって、その分変にカロリー取っちゃってとか、なんか全然うまいこと言ってなかったんですよ。なんで当時もう7キロ落とした時に、あんまり筋肉の引き締まりっていう感じではなかったんですよ。細いんだけど私が理想とするような体ではなかったんですよね。だから私もこの時しっかりご飯とか玄米とかで炭水化物をとって、筋トレしてっていう風にやってたら、もう少しなんか引き締まったような体になれたのかなっていう風にはちょっと今後悔はあります。それだけカロリーを削るとやっぱり代謝も落ちちゃうし、その栄養素っていうのも体に入ってこないので、筋肉量も落ちて体が一日中だるいっていう風に感じちゃったり、栄養が足りてないとね、お肌とか爪とかにも影響が出てきちゃうので、ある程度しっかり食事はとるっていうのは大事だと思います。最初だけしとくといいと思うんですよ。今すごい便利なアプリとかもたくさん出ているので、こういうのも記録するのめんどくさいのもすごいわかるんですけど、最初だけでもちょっとやっておくと、大体自分がどのぐらい摂取しているのかっていうのもわかると思います。で、消費カロリーを計算するのも大事なんですけど、結構難しくて、筋トレのこの種目でどれぐらい消費したかとか、日々活動してる中で消費するエネルギーとかも結構あるんですけど、それをねいちいち計算するっていうのが結構できないところだと思うので、これもアプリに頼って参考程度にはなると思うんですけど、筋トレの項目とか入れて大体のカロリーを出してくれるのもあるので、それを計算して、1日のカロリー摂取量と消費量を見て、この摂取量を極端に下げるのではなくて、この消費量をできるだけ上げるように頑張るといいかなと思います。今すごい無理な食事制限している方は、一度今の食事っていうのを見直してみて、あと消費カロリーをどうやって上げていこうかなとか、筋肉をどうやって増やしていこうかなっていう風にシフトすると一番健康的でいい痩せ方ができるんじゃないかなと思います。これからもね、どんどんレシピだったり筋トレだったりっていうのも情報発信していきたいなと思ってるので、よかったらぜひチャンネル登録といいねお願いします。バイバイ。